皆さんこんにちは、のばなです。久しぶりに動画をアップしますが、皆さんお元気でお過ごしでしょうか。今回から何本か日本一時帰国の動画をアップしていきたいと思いますので、お付き合いいただけると嬉しいです。今回のフライトはエアーチャイナ、フランクフルトから北京、大阪へと飛びます。1人往復750ユーロ、約12万円だったのでエアーチャイナを選びました。4人分のチケット代はできるだけ安く済ませたいのが本音です。今からスーパーマーケットリーベに行きます。何買おうかな。ドイツで外食すると本当に高いので、ホテルの近くにスーパーがあって助かりました。同じ外食するなら日本で思いっきり外食を楽しみたいと思います。パピごめん。さあ無事に出国審査終わりました。したいな。でもビデオしたら荒れちゃうか、バッテリーなくなるで。ちょっとだけするか、10秒ぐらい。はい、今から日本に行きます。乾杯。飛行機に乗れば食事も水ももらえるのに、お腹すいたやら喉乾いたやらで、結局空港内でいろいろと買うことになりました。お水の値段にびっくりです。今回は子供たちも8歳と6歳なので、いろいろと楽になりました。これ何ですか？飛行機の食べ物、飛行機の中の食べ物おいしいよ。機内食はドイツ風でじゃがいもやザワークラウトが入っていて美味しかったです。温かい食事が出るだけで本当にありがたいです。息子はひたすら映画を見ていましたが、娘はつまらなかったようで、お絵描きなどを一緒にして過ごしました。2度目の食事も温かいのが出てきてびっくりしました。そして2度目の食事にもバッチリザワークラウトが入っています。8Uhr 45. あ、大阪見つけた。大阪見つけた。
朝の8時45分。8時45分大阪。やったー。大阪へ行こうか。おいで、ゆうちゃん。今コーヒー飲んだら寝られへんな。でもちょっと興味あるよね。待って待って、これいくらやったんこれ。78でした。子供たちは大阪までの3時間爆睡でした。私たちも2時間ほど眠ることができてよかったです。無事に日本に到着しました。嬉しくて眠気も一気に覚めます。まだあんまり弱いね。関空にはお昼頃に着いたので、このまま今回の滞在先、名古屋へ向かいます。早すぎた早すぎた。残念。ちょっと遅すぎた。すごいくら寿司。子供たちは爆睡です。今日から名古屋のマンスリーマンションに2週間滞在します。食パンじゃない。ドイツでも食べた。まあそうやな。でそうやな。も前の日本も食べたし。どうぞ。でも、まあ、どこにいる僕たち。名古屋。名古屋の初めて。ほんまやな。どうぞ。買います。いただきます。美味しい。いいな。ママも食べよう。はい。じゃあ今日はこれから幼稚園の見学、あと小学校の見学に行ってきます。今回の一時帰国の一番の目的は、子どもたちを日本の小学校と幼稚園に通わせること。幼稚園の先生方も小学校の先生方もとても親切で、子どもたちを受け入れてくれたことに本当に感謝しています。どれか、どれ一個ずつ。何かそれ何入ってん？あ、釣り組や、ほんまや。こんな釣りは？どうした？じゃあこれ行こう。ナイフドイツではトレーニング用のお箸しか使えなかった子どもたち。日本に到着してからというもの、毎日お箸が上手になって、母はびっくり幸せです。名古屋に来たら食べるべき味噌カツを夫が注文してきました。750円という値段にびっくりです。ユーロに毎回換算していたら危険です。これから2週間、日本の幼稚園と小学校に通いながら、いろんなことを学んでいってほしいなと思います。様々な環境でいろんな人と交流を持つことで、どんどん視野を広げていってほしいと思っています。世界にはいろんな人がいて、いろんな考え方がある。みんな違ってそれでいい。それを頭だけではなく、子供たちには体験していってほしいと願っています。
ドイツで高層ビルをほとんど見ない暮らしをしているので、久しぶりの高層ビルにテンション高めの私たち。はい、何？ミカさん。よかったね。この日は名古屋在住の視聴者さんからランドセルをお借りするために名古屋駅まで出てきました。いろんな方の援助を受けながらの日本滞在。本当に皆さんには感謝しかありません。4週間思いっきり楽しみたいと思います。日曜日、名古屋港にある水族館にやってきました。夫は熊野古道に向けて名古屋を出発しました。1週間別行動です。何出てきたかな。おお、すごい。めっちゃ上や。クジラだけどちょっとあ、今僕たち一番上だよ。ほんまや、今絶対上や。ちょっと気持ちお城はちょっとだけ持ってるかな。ちょっとだけ下がってきた。あれ、焼きそば見つけた？うどんもある。うどんもね、うどん今日お昼食べたやん。で食べないよ。待って待って、こっちもいっぱいある。こっち。待って待って焼きそばだけ。どうする？焼きそばだけだよね。どれ行く？こっちもある。こっちも焼きそば。どうしよう、いっぱいすぎる。たこ焼きもあるよ。好きなやつ選びよ。これ全部焼きそばだよね。そうやで。えんちゃんどうする？どれが一番入ってる？でも同じ量やわ。これ全部同じや選びよ。それいっぱいすぎて食べられへんわ。こっちし。こんなやつだ。どれがいい？選んで。ここなんかカレーうどんみたいなもんだよ。そうやな。やけど今日はもう食べたから。じゃあこれ。じゃあ選び。そこ入れてカゴ。僕は僕もここちょっと見る。チェックチェック。ここちょっと見る。これたこ焼き。あー、美味しそう。つなぎも。これたこ焼き。はい、たこ焼きです。いやでもたこ焼きはたこ焼き屋さんで買おうや。どうしよう、困ったな。ちょっとさ、魚食べへん？これ入れて。まだあれやって決めてないってよ。僕も決めてない。いっぱい美味しいものあるから。あー、どうしよう、困った。ここもある。この辺もいいね。困ったね。ゆっくり歩いて、ゆっくり歩いて。よし。どっち行こう？これ行こう。よし、いくらや。いやー。よし、これ。はい。持って。あと醤油がなかった気がするな。まあいいよ、刺身。あ、わさびもらってこう。今はもうドイツに戻り、ドイツでの暮らしが始まっているのですが、日本滞在が楽しくて最高だったなぁとニヤニヤしながら動画を編集しています。日本滞在中、たくさんの人が動画のことは気にせずに日本を思いっきり楽しんでくださいとのメッセージをくださいました。皆さん本当に優しいですよね。いつも応援してくださり本当にありがとうございます。もう少し落ち着いたら、野花セレクトセットも再販予定ですので、楽しみにお待ちいただけると嬉しいです。今回の一時帰国、私の母がコロナにかかったり、娘が熱を出したりと、まあいろいろとあったのですが、子供たちがやりたいと思っていたことは、ほぼすべてできたのでよかったです。
USJ に行く、ラーメンを最低5回は食べる、ゲーセンに行く、ポケモンセンターに行く、チョココロネを食べる。子供たちの願いは叶って、私も幸せです。次の日本一時帰国に向けて、またドイツで節約生活頑張りたいと思います。それでは今日も最後まで見てくださってありがとうございました。